はい、前ね、ちょっと、破れがあったんで、カッティングシートでこう修理してるんですけども、ですね、ちょっとね、そのゴム自体がもうヨレヨレで、もう機能しなくなって戻りがね、ないんで、一旦これをね、外して修理していきたいと思います。これね、結構ひどいことになってると思います。皆さんお疲れ様です。今回ですね、前から気になっていたリアハッチの、これはハンドルですね、それのカバーをですねちょっと修理していきたいと思います。ミニクーパーのね中古車を見ると、このねリアハッチのここのね取っ手の部分がですね結構ねゴムがひび割れたり、ひどいものでしたらなくなってるやつとかもあるんですけども、そこをねちょっと今回は修理していきたいと思います。もうご覧の通りね、もうボロボロです。シールで留めてたんですけども、根こそぎ取れました。根こそぎ取れました。これね、剥がしたんですけども、もうゴムがね、もうボロボロです。もうね、このミニクーパーのこの後ろのハッチの、ボタンのところはね、これ結構ね、こんな感じで割れとかね、ないのがね、あるんで、それをちょっと今から修理します。はい。はい。剥がしたらもうこんな感じですね。もうボロボロです。なんじゃこれ。なんかこんなんが多分ね、ついてたんでしょうね。これがね。はい。ほんで、これでカチッと押すんかな。これ、ボタンですね。はい。ちょっとね、この周りをきれいに、ちょっとね、とりあえずしたいと思います。うわ、一日。ちょっとね、このマイナスドライバーみたいなので、こう、そぎ取っていきます。はい。なんじゃこれ。なんかいっぱい部品が落ちてきた。やべ。はいはいはい。ボタンのカバーみたいなやつね。ちょっと落ちてきたんで、これちょっとね、置いときます。とりあえずね、ここ、ちょっときれいにして、はい。これ一応分かりやすいよね。ガーニッシュ外しましたけども、この周りにね、ゴミがついとったんで、これを今、きれいに清掃したところです。で、部品がね、これ取れたんで、このボタンのところですね、ここにパパッと一遍つけてみます。どこやろでもこれ、ですね、これの代わりにいいものを見つけました。はい、これです。これね、ゴムでできた、一応、なんやろね、カバーみたいなの見つけましたんで、これを一遍つけてみます。で、ここにね、このボタンを押すやつがついてるんで、もしかしたらね、これいらないかもしれません。ちょっとね、このまま一度つけて試してみます。結構しっかりしてますね。はい、そうしたらつけてみます。これ多分はめ込むだけだと思うんですけども、
一度つけてみたんですけども、やっぱりこれがなかったらね、押し込み量がすごくいるので、この四角のね、プラスチックの部品、これもね一応つけときます。これでね、あとこのカバーをポコッとつければもう完成です。あ、ちょっとねこれつけにくいんですけど、溝に沿ってもはめ込むだけなんで超簡単です。これでついたもの。感じです。これでも結構しっかりついてるんで、取れないと思います。はい、これ取り付け完了しました。やはりね、四角の、プラスチックの部品ですね、つけたらもう軽くねこれでもう反応するんで、やはりあれはつけた方がいいと思います。つけなかったら結構ね押し込み量がいるので、あまりね押し込みすぎたら今度これがねカバーが浮いてきたりするので、中のプラスチックの部品はそのままね流用することをお勧めいたします。もうすぐねはめ込むだけで簡単に取り付け、できました。はい、ということでリアハッチのハンドル、こちらのカバーですね、取り替えの方完了いたしました。もう前からですねちょっと押さえた時にこの戻りがないんで気になってたんですけども、こういうものがですねあるって分かってたらもっと早くね交換してたと思います。ちなみに価格なんですけど、私が買ったので、1400円ぐらいで購入しております。それほど高くない部品なんで、気になる方はですね、交換してもいいかなと思います。またね、概要欄の方にもリンクを貼っときますんでね、またご利用ください。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。